なりたいチャンネルです。兄弟チャンネルの青虫の朗読、チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者、第2章、魔剣大会編、第37話、錬魔の剣聖、第38話、大魔剣教練、朗読を始めます。魔王学院の不適合者、第37話、錬魔の剣聖。翌日、デルゾゲード魔王学院、第2教練場。授業開始の鐘の音が鳴ると、教室にエミリアが入ってくる。その後ろに黒服の男子生徒が続いた。おはようございます。今日ははじめに転入生を紹介します。エミリアは黒板に、レイ・グランズ・ドリーと名前を書く。黒服の生徒が一歩前へ出た。はじめまして。僕はレイ・グランズ・ドリー。本当は初日から授業を受けるはずだったんだけど、事情があってこんな中途半端な時期に転入することになってね。わからないことも多いから、いろいろと聞くかもしれないけど、教えてくれると助かるよ。よろしく。透き通るような声だった。白髪で薄い青の瞳、麗しく中性的な顔立ちと、それから薄く微笑んだ表情が、涼しげな印象を漂わせる。おい、あいつ、七分生だぞ。バカ。何言ってんだ、当たり前だろ。レイ・グランズ・ドリーだぞ。混沌の世代の一人、錬魔の剣聖。魔剣どころか、魔族には使えないはずの霊剣や神剣まで扱えるっていう規格外の化け物だ。入学するって話だったのに見ないと思ったら、まだ学院に来てなかったのか。混沌の世代か。サーシャと同じく、なかなか有名どころのようだな。レイ君は、ガイズの魔法が使えますので、班リーダーに立候補することができますが、どうしますか？そうだね。どうしようかな。爽やかな口調でレイが言う。あまり好戦的なタイプではなさそうだな。すでに班は決まっていますが、明日の班別対抗試験までは班員を揃える猶予はあります。もちろん、今回はどこかの班に入って、次の班別対抗試験で班リーダーとして参加するということでも構いませんが、あなたの実力で他の班にというのも。どうもエミリアはレイを班リーダーにしたいようだな。まだみんなと仲良くなってもいないし、今回はどこかの班に入れてもらおうかな。え？混沌の世代と呼ばれる人物の発言としては予想外だったのか、エミリアは戸惑ったように声を上げる。わかりました。そうすぐには班員にしたい生徒も見つからないでしょうから、暫定的にどこかの班に入るということで。多分、すぐレイ君の班員になりたいという生徒が増えるでしょうから、そうしたら班リーダーになるということで。あまりリーダーは柄じゃないんだけどね。率直にレイは言う。そんなこと言っても、きっと入った班のリーダーも、あなたの方がリーダーにふさわしいって言い出すと思いますよ。ふむ、エミリアのやつ、随分とレイに肩入れしているようだが、何かあるのか？それじゃ、班を選んでもらいますから、班リーダーは起立してください。いいや、それには及ばないかな。エミリアはレイを不思議そうに見た。もう班リーダーの顔と名前を知っていますか？いいや、全く。ますますエミリアはいぶかしげな表情を浮かべた。でも、一人だけわかるよ。そう言って、レイは歩き出す。教室中の視線が彼に集中し、ひそひそと囁く声が漏れた。誰の班に入るつもりだ？錬魔の剣聖だろ？あんな奴、御しきれる班リーダーがうちのクラスにいたか？あ、もしかして、サーシャ様が班リーダーだと思ってるんじゃ？そっか、そうだよな。まさか、破滅の魔女が、白服の班員になってるなんて思いもしないだろうからな。レイはサーシャの席へまっすぐ歩いて行き、そして、そのままサーシャを通り過ぎた。立ち止まったのは俺の席の前である。やあ、はじめまして。僕はレイ・グランズ・ドリー。レイは爽やかな笑みを浮かべながら、俺に聞いた。君の名前は？アノス・ボルディゴードだ。じゃ、アノスくん、君の班に入れてくれないか？こう見えて、剣の扱いはそこそこ得意な方なんだ。きっと、力になれると思う。ふむ、これは意外な申し出だ。なぜ俺が班リーダーだとわかった？すると、レイは即答した。君の魔力がこのクラスで一番強いから。俺の魔力を畏せず感じ取れる。か。つまり、
こいつ自身が相当の魔力を持つということだ。白服でもか？そう言われ、レイは今初めて気がついたというような表情を浮かべた。ああ、言われてみれば、魔力しか見ていなかった。ふっとレイは自分の失敗を笑い飛ばす。だけど、アノス君はすごいね。普通、白服は班リーダーになれないのに。何？決まりがあるなら破ればいい。くす、とレイは笑う。やっぱり、君の班に入りたいな。面白そうだ。レイは俺に握手を申し出る。なんとも爽やかな男だな。レイ君。どの班に入っても構いませんが、アノス君は楽園が楽園なので。楽園？レイは俺の制服についている不適合者の楽園に視線を向けた。ああ、じゃ、君が噂の魔王学院始まって以来の不適合者？そうらしいな。へえ、そんなに強い魔力でも不適合者になるんだったら、何のための適性検査なんだろうね。素朴な疑問といったレイの発言に驚いたのはエミリアだった。レイ君。その発言は皇族批判に当たりますよ。ああ、ごめんね。じゃ、聞かなかったことにしてくれるかな。聞かなかったことって、皇族など滋賀にもかけていないようなレイの態度に、俺は思わず笑い声をこぼす。なかなか面白いやつだ。そう、大丈夫かな？よく空気が読めてないと言われるんだけど。そこが面白い。レイは爽やかな笑みを覗かせる。そんなところを褒められたのは初めてだな。レイはエミリアの方を向く。別に不適合者の班に入れないってことはないんだよね。それは、規則上はそうですが、皇族として、魔王の始祖の生まれ変わりと目される混沌の世代の一人として、ふさわしい判断をしていただければと考えています。エミリアが暗黙の了解を押し付けるように言った。わかった。ふさわしい判断だね。レイはそう返事をした後表情を引き締めて、再び俺に顔を向けた。じゃ、そういうことで、改めてアノス君の班に入れてくれないかい？ふむ。こいつ、皇族にふさわしい顔つきにさえなれば、それでいいとでも思ったのか。完全に空気の読めぬ男だな。エミリアなど驚きのあまり、目を見開き、顎が外れそうなぐらいに口をあんぐりと開けてしまっているというのに、まるで気がつく気配がない。いや、傑作だ。どういうことだよ？なんであのネマの剣聖が、いきなり不適合者の軍門に下ろうとするんだ？ああ、いくら暫定だからって、それはないだろ。レイ、グランズドリーが来たんなら、ようやくあの不適合者にでかい顔されずに済むと思ったってのに。皇族らしき生徒の情けないつぶやきが漏れ。さすが、アノス様、戦わずして、どちらが格上か見せつけるなんて超かっこいい。アノス様の魅力でレンマの剣聖もイチコロだよね。待って、私大変なことに気づいちゃった。何よ？魅力でイチコロってことは、一目惚れってことじゃない？ええ、じゃ、レイ君、私たちのライバルってこと？でも、ほら男だから。そんなの愛の前には無力だよ。頭のおかしなアノス、ファンユニオンの声が響く。いいのか、がっかりしている連中がいるようだぞ。皇族の連中のことをほのめかす。とレイは頭をねじった。僕も正直、ダメな班リーダーしかいなかったら、どうしようかとは思ってたんだけどね。でも、アノス君って、僕より絶対強いだろ？飾らぬ口調でレイが言う。俺が不適合者であることなど気に求めないといった様子だ。どこまで本音かわからないが、不思議と嘘をついているようにも聞こえぬな。まあな。それなら、願ったりかな。有能なリーダーのもとで、命令通りにやるのが僕の性にも合っている。皇族に縛られないこの自由さは、2000年前の魔族に通じるものがあるな。そういうわけだから、いいかな？ふむ。そうだな。断る。レイはきょとんとした表情になった。ただ命令通り気楽にやりたいなら、そこらの班に入ればいい。どうしても俺の配下に加わりたいというのなら、相応の力を示すんだな。アノス君。唐突に迫真の表情を浮かべ、レイは芝居がかった口調で言った。命令通りやりたいとは言ったけど、決して気楽なわけじゃない。僕にはどうしてもやらなければならないことがあるんだ。そう、使命が。そのためには君の手となり足となり、
この魔王学院を上り詰めなければいけない。ぜひ、君の班に入れてほしい。そうか。なら、相応の力を示せ。レイはまた爽やかな笑顔に戻った。おかしいな。演技は得意な方なんだけど。つかめぬ男だな。空気のようにひょうひょうとしている。レンマの剣聖が、班に入りたいっていうのに断っちゃったよ。さすが、アノス様、お高いでしょ。待って、私大変なことに気づいちゃった。今度は何よ？レイ君、今、入れてほしいって言った。受けってこと？わけのわからぬ会話をしているアノス、ファンユニオンの連中に俺は言った。ちょうどいい。ミサ、お前たちはレイの班に入れ。はい。アノス様がそうおっしゃるのでしたら、そうしますが。戸惑いつつも、ミサが言う。力を合わせ、判別対抗試験で俺に臨め、うまくやれば、配下に加えてやる。わかりました。続いて、俺はレイを見た。それで構わないな。あまりリーダーは柄じゃないんだけどね。さっきも同じこと言っていたが、謙遜してるようにも見えないな。班リーダーは魔皇になるためには必須だろうに、力はあっても権力や性には興味がないということか。お前はなかなか面白い。ちょっと遊んでみたくなっただけだが、まあ、やる気がないのなら無理強いはしないぞ。いいか。僕も君に興味が出てきた。拍子抜けするほどあっさりとレイは意見を翻す。そうして、すがすがしく彼は微笑んだ。お手柔らかに。おう。全力で潰してやる。レイは不思議そうな顔をしながら、言い直した。実は帰りを待っている1歳の娘が。それは、何としてでも生きて帰るために、全力で戦ってくれるというわけだな。くす。とレイが吹き出すように笑った。これも嘘だったのだろう。適当な男だな。なんでかな？何がだ？いや、なんだかアノス君とはうまくやっていけそうな気がしたんだ。奇遇だな。俺もちょうどそう思っていた。気まぐれでそう口にしたのだが、不思議とその言葉が自分自身で腑に落ちた気がした。第38話、大魔剣教練。はい。それではレイ君の班も決まったようですので、早速、授業に移りますよ。思惑通りレイが班リーダーになったからか、エミリアは上機嫌で言った。本日はこれから大魔剣教練を行います。実技教練になりますので、闘技場の方へ移動してください。すでに特別講師の方がお見えになっていますので、失礼のないようにお願いします。生徒たちは一斉に立ち上がり、第2教練場を出ていく。アノス。歩き出した俺に、ミーシャが声をかけてくる。どうした？レイは知り合い？妙なことを聞くものだ。いや、そう見えたか？ミーシャはこくりとうなずいた。楽しそうだった。なるほど。まあ、面白そうなやつだったからな。しかし、知り合いか。俺と同じく、転生した配下も何人かいるだろうからな。あいつが、その一人だとしても、不思議はない。転生といっても色々ある。根源魔法のレベルによっては記憶や力を完全に引き継げない場合も珍しくない。とはいえ、心のどこかでは覚えているものだ。もしかしたら、2000年前に会っていたのかもな。ねえ、早く行かないと授業始まるわよ。遠くからサーシャが声をかけてくる。行くか。ミーシャと並び、また俺は歩き出した。闘技場にやってくると、生徒たちが何かを取り囲むように円を作っている。中心にいたのはエミリアと、それから2人の魔族だった。1人は常人の2倍ほど上背のある巨漢だ。肌は浅黒く、腕や足は分厚い。隆々とした筋肉の持ち主であり、顎ひげを生やしている。もう1人の方の背丈は普通だ。黒い長髪を持ち、鋭い目つきをした男である。それでは、これから七魔コウロウガイオス、アンゼム様とイドル、アンゼオ様による大魔剣教練を行います。局の方がガイオス、長髪がイドルか。外見は確かに俺が作った魔族とほぼ同じだな。魔力の波長も似たものを感じる。しかし、また融合魔法で根源と体を乗っ取られているのかもしれぬしな。それにしても、2人来るとは思わなかった。ガイオス様、イドル様、今日はよろしくお願いします。
エミリアは頭を下げた後邪魔にならないように隅の方へ引っ込んだ。では、一つ、挨拶代わりと行こうか。のぶとい声が発せられる。ガイオスが頭上に手を掲げると、空に数十もの魔法陣が浮かぶ。生徒の数と同じ。隣でミーシャがつぶやく。そのようだな。魔法陣に魔力が集まっていき、その中心から、ヌット剣の刀身が現れる。なんだ、ありゃ、魔剣だぞ。ちょっと待てよ。なんだあのバカみたいな魔力は、あんなのが降ってきたら？生徒たちが頭上を見上げたまま、魔法陣から覗く魔剣を恐れるように後ずさる。おっと、動くでないぞ、ひよっこども。ガイオスののぶとい声が響き渡り、ビクッと震えるように生徒たちは足を止める。そうだ、そのままじっとしているがよい。動けば、死ぬことになるであろう。ガイオスがぐっと拳を握り、思い切り振り下ろす。ぬおーりゃー。土星とともに、魔法陣からは雨あられのように魔剣が降り注ぐ。うわー。キャー。闘技場の底かしこから悲鳴が上がる。だが、生徒たちは全員無傷だった。彼らの足元には先ほどの魔剣が突き刺さっている。さあ、お前たちの足元に刺さった魔剣を手にし、抜いてみるがいい。生徒たちは恐る恐る魔剣を手にし、力を入れた。あれ？抜けないぞ。なんだこれ、魔力が吸い取られる？手が離れない。助けてくれー。再び、そこかしこから悲鳴が上がった。わめくな、ひよっこども。それが魔剣というものだ。真の魔剣は使い手を選ぶ。魔剣にふさわしい力を見せなければ、逆に痛い目に遭うことになるであろう。魔力を込め、剣をねじ伏せよ。寝ぼけておると、死ぬかもしれぬでな。見たところ、魔法で作ったものではなく、どの魔剣も本物のようだな。魔力の波長を一瞬で見極め、ここにいる生徒全員にふさわしい魔剣を選んだのだろう。皆も知っておろうが、近日、このデルゾゲードで魔剣大会が開催される。ディルヘイド1の剣豪を決めようという大会なればこそ、ディルヘイド全域から参加者が集う。貴様らひよっこと違い、皆、傑物揃いよ。使用する魔剣は自ら持ち込むことになろうが、せいぜいそのぐらいのものを用意しなければ、参加することさえ叶うまい。生徒たちを鼓舞するように、ガイオスは声を張り上げる。魔剣大会にて自らの歯を見せつけたくば、そのぐらいの剣は抜いてみせよ。見事抜けたならば、くれてやってもよいぞ。隣を見ると、サーシャが魔剣を抜こうと思い切り踏ん張っている。だが、抜けない様子だ。なんだ、サーシャ、抜けないのか？うるさいわね。ミーシャも魔剣を抜こうとしているが、しかし、うまくいかないようだった。剣は苦手。まあ、魔力のあるなしに関わらず、得て増えてはあるものだ。ハスカ氷の指輪、不死鳥の方位は正直、この程度の魔剣よりははるかに格上の魔法具だが、二人は難なくそれを身につけることができた。そういえば、真のやつも剣については節操がないほど扱えたが、それ以外の魔法具はからっきしだったな。おかげで全てを剣で解決する羽目になり、剣術が極まったらしいが。だいたい、アノスはさっきから魔剣に触れようともしてないじゃない。まさか、抜けないとか言わないでしょうね。はははは。サーシャ、冗談にも程があるぞ。俺は眼前の魔剣を一睨みする。次の瞬間、魔剣は俺に服従するように一人でに抜け、浮かび上がった。おい、見ろよ。アノスのやつ。手も触れないで剣を抜きやがったぞ。チキショー、どうやってるんだよ。こうして触っているだけで、気を失いそうだってのに。あいつ、化け物かよ。宙に浮かぶ魔剣を手にする。俺に抜け剣などこの世に一本しかない。てっきり、一本もないって言うと思ったわ。神話の時代の勇者が使っていた聖剣があってな。俺を滅ぼすために人の名工が鍛え、剣の精霊が宿り、神々が祝福した魔法具だ。あればかりはさすがに抜けなかったな。まあ、あの聖剣を扱えるのはあの時代にも勇者カノンしかいなかった。もしかすれば、真ならば、どうにかすれば抜けたかもしれないが、試す機会はなかったな。
そもそも魔族と聖剣は相性が悪い。それも俺を滅ぼすための剣とくれば、あの男なら抜く前に破壊しようとするだろう。さて、俺はその足でまっすぐ歩いていく。ちょっと、また何かするつもり？ふむ、サーシャもなかなか俺のことが分かってきたな。何？退屈な授業を少々盛り上げてくるだけだ。ガイオスの前まで歩み出ると、奴は感心したように言った。ふーむ。簡単に魔剣を抜くとは、見どころがある奴もいるではないか。こちらはがっかりだったがな。大魔剣教練というから、どんな大それた講義かと思えば、こんなつまらぬ遊びに付き合わされることになるとは。遠くでエミリアが泡を食ったような表情をしていたが、目の前のガイオスは興味深そうに顎に手をやった。はっはっは。なかなか面白いやつではないか。要するに、こういうことであろう。実戦での魔剣の使い方を教えてほしい。とな。ガイオスが手を大きく掲げる。巨大な魔法陣がそこに浮かび、姿を現したのは、ガイオスの背丈のさらに3倍もの多さのある、分厚く、巨大な魔剣であった。奴はそれを手にすると、軽々と片手で振り回す。巻き起こる風圧に生徒たちはたたらを踏んだ。やばいぞ、あれ。ガイオス様の極大魔剣グラジェシオンだ。確か、ニール山脈を真っ二つに切り裂いたってやつだろ。もう剣なんてレベルじゃねえよ。さすがにアノスでも、今度こそ死んだんじゃねえか。ふむ、七魔コウロウだけあって、まあまあの迫力だ。ただ戦うのが目的ではないのだが、少々遊びも入れておくか。イドル、お前も遊んでいってはどうだ。長髪の七魔コウロウに声をかける。すると、不愉快そうな視線が返ってきた。我々七魔コウロウに2対1で戦えと？何？こちらも2人で戦いたくてな。そう口にすると、ガイオスが豪放な笑みを見せた。よかろう。お前の得意な戦い方に合わせてやる。もう一人はドイツだ？俺は後ろに視線をやった。そこにいるレイ、グランズドリーだ。未だ魔剣に手をつけようとすらしていないレイが、不思議そうな視線を向けてきた。いいだろう。では、他の者は下がるがよい。我々が、今から、魔剣の真髄の何たるかを見せつけてくれようぞ。ガイオスが極大魔剣グラジェシオンを地面に突き刺す。闘技場の床一帯に魔法陣が浮かび上がり、俺とレイ、七魔コウロウの二人を覆う魔法障壁が展開された。やれやれ、100年に一度は、こんな身の程知らずが現れる。イドルが両手を広げると、二つの魔法陣が浮かび、一対の魔剣が現れる。一つは氷の魔剣。もう一つは炎の魔剣だ。ほう。炎の魔剣ゼスと氷の魔剣イですか。なかなか面白いぞ。かすれば、前者は瞬く間に対象を灰と化し、後者は凍らせ粉々にする。突き刺さった魔剣の前にいるレイに歩み寄り、そう話しかける。そんなことより、なんだかよくわからないうちに、七魔コウロウと戦う羽目になってるみたいだけど、大丈夫かな？心配するな。ただの授業の一環だ。殺されることはないだろう。それはいいんだけど。レイは爽やかな口調で言った。勝っちゃったらまずくない？くく。何を心配しているかと思えば、そんなことか。やはり、面白いやつだ。この時代に、七魔コウロウを相手取り、そんな大層な口を叩く魔族はほとんどいまい。存分に力を見せろ。どちらの相手をしたい？レイは七魔コウロウの二人を見据え、魔剣を働かせる。どちらかといえば、あの氷と炎の二刀流かな。剣一本じゃ不利そうだしね。ほう。不利な方をわざわざ選ぶのか？空気を読んで、少しは苦戦した方がいいかなって。負ける気はさらさらないというわけか。そうでなくてはな。どちらが先に倒すか勝負といくか。じゃ、僕が勝ったら、アノス君の班に入れてくれるかい？その言葉を聞き、俺は顔をほころばせた。なんだかんだで、案外乗り気だな。判別対抗試験でアノス君を直接相手にするよりは、まだあっちの方が簡単そうだと思ってね。レイは魔剣を手にし、当たり前のように抜く。そして、思い切り振りかぶると、それをイドルへ投擲した。イドルが炎の魔剣でそれを切り払うと、瞬く間に投擲した剣は灰と化した。先手必勝、と思ったんだけど、
続いてレイは隣にあった別の生徒用の剣を引き抜く。そして、再び剣をイドルへ投げた。即座にレイは走り出し、次々と魔剣を引き抜いては、イドルへ投げつけていく。魔剣は持ち主を選ぶ。あれだけの魔剣を抜けるのは、並大抵のことではないな。戦場でよそ見をするとは、愚か者の所業よ。音もなく、俺の背後に回り込んでいたガイオスが、極大魔剣グラジェシオンを振り上げていた。うまく避けるのだな。ひよっこが。グラジェシオンが凄まじい勢いで振り下ろされ、その巨大な刃先が、俺の頭に直撃する。剣圧で床に穴が開き、粉塵が激しく巻き上げられた。息を飲むようなガイオスの声が漏れる。極大魔剣グラジェシオンは、俺の頭と衝突したことで刃先がぽっきりと折れていたのだ。狙いどころが悪かったな。ガイオス、頭は硬いぞ。そんなレベルか。これが、山脈を一撃で両断する極大魔剣が、なぜだ？魔剣をだらりと下段に構え、俺は言った。山脈を両断したぐらいで、俺の頭が割れるとでも思ったか。俺の殺気にひるみ、ガイオスはとっさに後退する。だが、奴はその瞬間、俺の姿を見失っていた。いない、消えた、だと？そう慌てるな。ゆるりと歩いただけだぞ、ガイオス。背後から足元を魔剣で切り裂くと、ガクンとガイオスは両膝をつく。ちょうどいい高さに来た後頭部を俺は左手でわしづかみにした。さて、貴様はどこまで覚えている？起源魔法、レバイド、と、エビを重ねが消し、奴の記憶の表層を洗う。だが、やはり、ガイオスの頭にもアノス、ボルディゴードの名はなかった。魔眼を凝らし、深くガイオスの深淵を覗けば、案の定と言うべきか、根源が2つ存在している。一つは今、記憶を探ったガイオスのもの。もう一つが、おそらくはボス、ディルエビアの配下の魔族だろう。とはいえ、起源がわからぬ以上、その魔族の記憶を過去に遡り調べることはできない。まあ、予想の範疇だがな。ここで尻尾がつかめるとは思っていない。続けるか？手を離し、代わりに魔剣を首筋に突きつける。ガイオスは苦渋の表情で言った。俺の負けだ。七魔コウロウの敗北宣言に、闘技場から大きな歓声が上がった。次回は、魔王学院の不適合者、第39話、レイの実力、第40話、前哨戦、高評価、チャンネル登録、お願いします。